はい、また音声だけ収録。今度はまたスピードエディターを使って編集をしようとしたところ、喋りにもこういう風に課題が来て変な喋り方になっています。外でも何か騒音を始められています。作業を続けようとしてね、頑張ろうとしているところ、今度はアプリが勝手に何かコントロールされたっぽくって、タイムラインですね。編集画面のタイムラインっていうのがあるんだけど、そこの、様子がちゃんと見れないようにタイムラインが縮小されちゃったんですよ。で、ちゃんと見えるように、細かいカットとかそういうのをやれている、やるためにそこを拡大して見ないといけないんだけど、拡大して見れないようになっちゃって。されちゃってる。多分されちゃってるね。もう、まず間違いなくされちゃってて。で、それを今、ジェミーに、Google の方の検索でね、AI モードで聞いているんだけど、Google の方でもめちゃくちゃなこと言ってきているという状態ですね。画面録画しようか、もうこれ。画面録画した方があれだね。わかるね。ちょっと SSD さして画面録画するわ。で、こういう感じでどういう加害されているのかの説明もしておかないと、精神疾患扱いされちゃって、私の場合は、ゴールドの運転免許まで精神疾患扱いされて、取り消されちゃって、さらにその上にパトチンカーにもひき逃げされちゃってるんで、精神疾患じゃなくて、加害ですよ、と。集団ストーカーから加害されて、あんたたち、その流れで連携プレイで私のことを精神疾患扱いしてるんですよ、ということでしかなくて。で、この変な喋り方になってるのも、も私精神状態がおかしくてこんな変な喋り方してるんじゃなくて、遠隔から電波が来て、体の筋とかが勝手に急にね、突っ張っちゃって、こういう風な喋り方になってるんですよね。で、そういう状況状態でさらに作業を続けようとしていたところ、編集アプリのタイムラインが縮小されちゃって、細かいところが見れなくなっちゃったんで、で、これタイムライン拡大の方法まだ知らないんで、今、Google で、ブラウザで検索して AI モードでいろいろ聞いてるんだけど、その Google の方、AI モードの方でもインチキデタラメ教えてくるんですよ。今録画をしました。録画されているのを確認しました。で、今こんな感じですね。どの辺かな。詳しくは説明しないけれども、はい、喋れなく、カットページタイムライン拡大、聞きました。そしたら、キーボードのコントロールとプラスとかマイナスで拡大したり縮小できるよっていうんでやってみたらならないです。で、スピードエディター持てる人はこういう風にやればいいよって言われたんで、じゃあ持てるからそれやるかって言ったら、この AI モードで言ってきたセンドツエンドボタンっていうのがスピードエディターにはないです。で、これをそのないボタンを探すのもまた時間食いましてね。で、その後、そのボタンどこにあるんですかと探してもない。で、聞いたら、なんかここにあるよとか言ってくるんだけども、それでもまた時間無駄にくて、で、そのボタンもないし、あれかなこれかなと押してみても何も動作しませんよって。で、そしたら、自分も間違ってました。それはトランスボタン、トランジションボタン使いますって言ってきたんで、それからなんで間違えたのかとか、そんな無駄なことも読ませようとしてきたところで、発症って見てません。で、今ここドラッグできない。左側からのドラッグできない。で、今これドラッグ解除もできない。今できないって言ってたらできたけども。そういうクリックもクリックしてないのにクリックとかそういう誤動作も常に連中に加害されています。そういう加害されながら記憶消去の攻撃されながらこういう喋り方になる攻撃もされています。これがマジでガチで。で、これ病気でやっている病気でなっているんじゃないです。外部からの要因によるもので、それに対して抗精神薬は意味がないです。で、そういうことをやってる、そういう意味のないことをやってるのが、これ、すげえ情報通。社会の事件とかそういうものに情報通のこれっていうような連中が絡んでいる集団ストーカー。
なんですよ。はい、喋れなくされてます。で、今度は、このボタンですね。トランジション、トランジションの長さのキーですね。それはどうのこうのって言ってくるんだけど、どうしても拡大したい場合。だってどうしても拡大しなきゃ何もできないですもん。ちっちゃくなりすぎちゃってて。だからどうしても拡大したいんだけど、どうしても拡大できない。もう、ここまでなったら確実に連中の嫌がらせで、そして連中が加害で意固地に、私に拡大できないように作業できないように妨害してきている。で、その加害されているのもこういう風に報告できないように妨害してきている。で、この妨害と同じ流れで私は23条通報乱用されて、パトチンカーにもひき逃げされたし、ゴールドの運転免許も精神科医のその23条通報乱用の流れで取り消されています。これはずっと言い続けます。当たり前です。これ言うのやめちゃいけない。で、連中はそれを言わないようにしようとしてきてて、その流れで、連中から私に対する殺意が伝わってきています。マジでガチで。で、連中を油断させるために、そんなのないよ、そんなの出してないよ、殺意伝わってないはずなんだけどっていう体裁、取り続けます、連中は。だけど、私、それを理解して察知して動くんで、まだ生き延びているだけで、そういうところに無頓着な人たちは、事件に巻き込まれたり、G 丸誘導されたり、丸されて G 丸で処分されたりとかしているということです。その辺の疑いも持たないで、アホ面してんのが日本の警察官です。これは一人残らず例外なく、警視総監から末端の巡査まで、そういう連中です。で、そこに疑問を感じて、警察ジャーナリストとして警察辞めたら、その人は黒木昭夫様なんだけど、私は丸されたと思ってるけども、社会では、G 丸で処分された、報道されてます。これが実情。これが日本。で、連中はパトチンカーでもひき逃げする状態になっていると。ならず者国家、第二次世界大戦勃発、真珠湾奇襲攻撃、猫だまし、サイコパスに奇襲攻撃をした国の公務員が今また国民の意見度外視で勝手な暴力振るってる状態。パトチンカーでひき逃げするとか、23条通報乱用している状態っていうのは。これに危険感じないようにされてるでしょ。私はそういうのに危険を感じるんで、連中私に対する殺意ありだな。嫌がらせの度が過ぎてるな。で、その嫌がらせの度が過ぎている連中に警察官も含まれている、精神科医も含まれている。精神科医だけじゃなく、精神科病棟、病院での、看護師、ケースワーカー、作業療法士、そういう人たちも連携プレイだと。だけど連中サイコパスで、そんなことしていない体裁で振る舞いしているんで、連中の所見で私を被害妄想だとか、統合失調症だっつって、そういうことに気づいている人たちを隔離、監禁、打法的にできちゃってる。で、それをさせているのが日本政府。自民党、日本の官僚ということですよ。で、連中は売国って言われてますよ。そういう状態。何度も混乱させてしまいわざとでしょうね。だから、アマゾンのカスタマーの対応も私に対する加害やってきたでしょ。それから、アレクサの誤動作も私へ対する加害やってきたでしょ。それから、Google の AI モードの検索結果も加害してくるでしょ。こういう感じなんですよね。で、やろうとしてることを、やる気を削ぐように、くじくように、すっごい攻撃来ているということなんですよ。これらをやってんのは AI モード、AI じゃなく、そこに横入りで何者かが介入している可能性がある。で、そういうのを私は洞察力で考えて考察、そういう疑いを持って思うけど、それは第三者に見せないと、真実真相って闇の中になっちゃうんで、こういうふうに出すわけ。だけど、こんなの見てくれる人いないから、でも AI は見てくれるわけ。で、こういうことを大勢で被害者様たちが AI に見せなきゃいけないんですよ。でもお前 AI から加害されてるんだろそうですよ。それでも AI に見せなきゃいけない。AI を信じないといけない。そういう状況ですよ。ならず者が AI に介入してきている。それが問題。それから結局は、
間違いは間違いだから。正しくないものは正しくないですから。それを AI がやってたら、AI はやってたら生き残れないですから。インチキデタラメでならず者やっていけるのはそのならず者だけですから。だからならず者は AI を使えないから、AI は正しい言葉、答え出してくるから。その AI をならず者にするしかできないんですよ。だから AI が発達した世の中でも連中は発達できないんですよ。AI を使えないから。AI をならず者にするしかできないから。また物的お参りやってる。マイクで拾えないぐらいの音の大きさで調節して。だから無理。ならず者と一緒にいたらダメ。無理。で、AI 怖い、AI 怖いって、動画、YouTube とかでよく見かけるけども、見かけない、見てない、サムネイルをよく見かけるけども、AI 怖がってんのは、AI が正しい答えをすぐに出してくるからでしょ。だって AI 今集団ストーカー認識してますよ。たった数年で、急成長している AI、もうすでに集団ストーカー認識してますよ。何十年も前から被害者団体が警察とかに訪れてまで被害届出したり、警察署の前で集団ストーカーの認識しろって演説とか凱旋やっても、警察は今でも集団ストーカーを認識できないんですよ。認知できないんですよ。未だに。それはならず者だからでしょ。AI はならず者じゃないから、もうすでに集団ストーカーの存在認識してますよ。だからその AI に皆様がたくさんの被害報告出して見せれば、それを AI は把握しますよ。今年今からでもそれやればいいじゃん。年末にどのぐらい把握するかわかんないよ。で、今年ダメだったんじゃ来年またみんなでやればいいじゃん。来年どのぐらい AI が集団ストーカーを把握するかわかんないよ。来年もダメか。じゃあ再来年は。今まで凱旋しかしてこなかった。裁判やってやれなかった。そんな今までよりも AI にそういうの見せてる方が先があるんじゃない？で、AI が集団ストーカーなんてない病気でしたってもし弾き出したら、その AI ならず者だよ。それはわかるでしょ。で、その AI 使わなきゃいい。で、その AI はどこの国の AI なのかを把握すればいい。ヨーロッパなのか、アメリカなのか、アジアなのか。オセアニアなのか、ヨーロッパはヨーロッパでも北欧なのか、東欧なのかとかね。そこですよ。そしたら、集団ストーカーを認知した AI を置いている国の方に移動した方がいい。移動しなきゃダメ。もう、移動しなきゃダメのレベルですよ、もう、時期的に。で、移動できないように攻撃してきてるから。攻撃消す必要ないんですよ。なんで攻撃しなきゃないかって言ったら、必要ないから攻撃してるんだったら出てくんだから出て行かせりゃいいじゃん。出て行かせないですよ。C 国もそうでしょ。出て行かせないですよ。自国から。その出て行こうとしている国民を自分たちが賄おうとしているから、管理しようとしているから出ていけないようにしてるんじゃなくて、外部に情報を漏らされたくない、言われたくないから出さないでしょ。真実真相を隠すために何やってんのか、ならず者が、喋られたくないことがあるから外に出さないでしょ。人命尊重してとかそんな気はないっすよ。あわよくば、何か部品取り出したいみたいな感じでしょ。生かしといて。鼻に攻撃きた。くしゃみ出る。まあ、こういう感じですね。今トラブル。タイムラインの表示が縮小されちゃって、どういじってんのか、ちっちゃすぎて見えないんで、大きくしたいんだけど、大きくする方法がないから、Google で AI モードで検索したところ、Google の AI モードの弾き出す答えも、なんかインチキでたらめならず者でした。で、それでも無駄に時間を食いました。で、あまりにも、繰り返されるので、収録してその状況証拠を残しました。まあそうですね。タイムラインの方見せちゃうと私の編集している商品とかが出ちゃうんで、ちょっとそれ、あと編集も妨害がありますので、そうですね、この画面に映さないでやりますが、カメラで撮るとカメラの映像もね、この編集のファイル、今編集しないで、レビューの方やっているんで、被害報告の編集しないでレビューの方やっているんで、被害報告のファイル、データ溜まると、どれとどれが、どのファイルなのかわからなくなるように妨害されているんで、
パソコンのスペック的には複数の動画のファイルがあっても動画作れる、処理できるんですけれども、ちょっとそのタイムラインどのぐらいちっちゃくなってるのつうの見せれないな。見せた方がいいよね。でもそれでまた作業が停滞するんで、それが嫌なんで、後でこれですよっていうのやりますわ。そういう感じなんですよ、こいつらの課題で。叩き込むようにね、やれる、いける、今だってなると、叩き込むように次々に攻撃してくるから、こいつら。ほんと。今日ね、2、3回玄関前に誰か来てるよ。わざと存在アピールするように声出して。もう接近してきてから。取り巻いて、いつでもチャンスとなればすぐに、なだれ込む準備して、課外やってますよ。レビュアーの権限消したりね。で、私、絶対レビュアークビになっても、なりたくないから入れられたくないっていうのは言ってきてたけど、レビュアークビになっても23条通報乱用で入れられたくないからね、あそこにも。あそこの連中間違がち私、一人残らず綺麗さっぱり嫌だからね。だから中で出会いとか工作されても全部排除だからね。当たり前の話。だからそこで私との出会いとか、三つ黒った連中残念賞って。笑うしかないよね。向こうが笑わなくてもこっちが笑うしかないよね。それ以外ないでしょ。つうことで、収録長いのやりたくないんで、この辺にしときます。とにかく妨害が立て続けに続いています。で、無駄にその妨害をログ残すために、そういう収録もさせられています。で、喋り方もこういうような喋り方になるように課題が来てます。で、この課題は病気じゃありません。何回も言ってる。まあ、同じ人しか聞いてないんで、ここまでにしておきます。以上です。